こんにちは、ツインレイルームへようこそ。本日はツインレイのランナーを理解するというテーマでお話しします。ツインレイの関係は非常に特別で深いものですが、その中でもランナーの役割と行動はしばしば理解が難しいと感じる方が多いです。今回はランナーの心理や行動、そしてランナーとの関係を改善するための具体的な方法について詳しく解説していきます。ランナーとは何か。まず、ツインレイのランナーとは何かを理解することが重要です。ツインレイの関係において、ランナーとは逃げる側のパートナーを指します。一方で、追う側のパートナーはチェイサーと呼ばれます。このダイナミクスは、ツインレイの関係における成長と癒しのプロセスの一部です。ランナーの心理状態。ランナーが逃げる理由は多岐にわたりますが、主に以下のような心理状態が関与しています。恐れと不安。ランナーは、ツインレイの強烈なエネルギーと感情に圧倒され、恐れや不安を感じることがあります。これは、過去のトラウマや未解決の感情が原因であることが多いです。自己価値の欠如。ランナーは自己価値観の欠如や自信のなさからツインレイの関係に対する責任を避けることがあります。自分が相手にふさわしくないと感じることが逃げる動機となります。独立性の維持。ランナーは独立性を強く求める傾向があります。ツインレイの関係が非常に密接であるため、自分自身のアイデンティティや自由を失うことを恐れることがあります。ランナーの行動パターン。ランナーの行動は一見すると理解しがたいものですが、いくつかの共通したパターンがあります。回避行動。ランナーは感情的な対話や深い関係性を避ける傾向があります。これには連絡を断つ、距離を置く、突然の消失などが含まれます。矛盾したメッセージ。ランナーは一貫性のない行動や言葉を発することがあります。例えば、一方では愛情を示しつつ、同時に距離を置くような行動をとることがあります。自己保護。ランナーは感情的に傷つくことを避けるために防御的な態度をとります。これは過去の経験やトラウマから来るもので、自分を守るための反応です。ランナーの行動の背景にある要因。ランナーの行動を理解するためには、その背後にある要因を探ることが重要です。これにより、ランナーの行動に対する理解が深まり、より適切な対処法を見つけることができます。過去のトラウマ。ランナーの多くは、過去に経験したトラウマが原因で感情的に閉じこもることがあります。これには、家庭環境や過去の恋愛関係での傷ついた経験が含まれます。これらのトラウマが癒されないまま残っていると、ツインレイの関係においても同じパターンが繰り返されます。トラウマの影響。過去のトラウマは、ランナーがツインレイの関係に対して恐れを感じる原因となります。この恐れが、ランナーが逃げる動機となります。トラウマを乗り越えるためには、自己癒しとカウンセリングが有効です。トラウマの癒し方。トラウマを癒すためには、専門的なサポートが必要です。カウンセリングやセラピー、自己啓発の書籍などを通じて、過去の傷を癒し、感情的な安定を取り戻すことが重要です。また、瞑想やエネルギーワークもトラウマの癒しに役立ちます。自己価値観の欠如。自己価値観の欠如は、ランナーが逃げるもう一つの大きな要因です。自分自身に対する自信のなさが、ツインレイの関係においても影響を及ぼします。自己価値観の向上。自己価値観を向上させるためには、自己肯定感を高めることが必要です。これは、自分自身を認め、受け入れることで達成されます。ポジティブなアファメーションや自己啓発の書籍、カウンセリングなどが有効です。自己価値観の評価。自己価値観を評価するためには、自己評価のプロセスが重要です。これは、自分自身の強みや成功体験を振り返り、自分の価値を再確認することから始まります。自己評価を通じて、自己価値観を高めることができます。独立性の維持。ランナーは、
独立性を強く求める傾向があります。これはツインレイの関係が非常に密接であるため、自分自身のアイデンティティや自由を失うことを恐れることから来ています。独立性の重要性。独立性はランナーにとって非常に重要な要素です。これは自分自身のアイデンティティを保ちつつ、ツインレイの関係を築くために必要です。独立性を尊重することで、ランナーは関係に対する恐れを減らすことができます。独立性の尊重。独立性を尊重するためには、お互いの自由とスペースを大切にすることが重要です。これは相手の時間や意見を尊重し、過度に依存しないことを意味します。独立性を尊重することで、ランナーは関係に対する安心感を持つことができます。ランナーとの関係を改善する方法。ランナーとの関係を改善するためには、いくつかの具体的な方法があります。これらの方法を実践することで、ランナーとの関係が改善され、より強固なものになります。コミュニケーションの改善。コミュニケーションは、ランナーとの関係を改善するために非常に重要です。正直でオープンなコミュニケーションを心がけることで、お互いの理解が深まり、関係が改善されます。正直なコミュニケーション。正直なコミュニケーションは、ランナーとの信頼を築くために重要です。自分の感情や考えを正直に伝えることで、お互いの理解が深まり、関係が改善されます。オープンな対話。オープンな対話は、ランナーとの関係を改善するために重要です。お互いの意見や感情を共有し、理解することで、関係が改善されます。オープンな対話を心がけることで、ランナーとの信頼が築かれます。信頼の築き方。信頼は、ランナーとの関係を改善するために非常に重要です。信頼が築かれることで、関係はより強固なものになります。信頼の基盤。信頼の基盤は、正直さと誠実さです。正直に自分の感情や考えを伝えることで、相手に対する信頼が築かれます。また、誠実さを持って行動することで、お互いの信頼が深まります。信頼の積み重ね。信頼は、一朝一夕で築けるものではありません。日々の小さな行動や言葉の積み重ねが信頼を築きます。時間をかけて信頼を積み重ねることで、関係が強固になります。誠実なコミュニケーション。誠実なコミュニケーションは、信頼を築くために非常に重要です。自分の感情や考えを誠実に伝えることで、ランナーとの信頼が築かれます。誠実な表現。誠実な表現は、自分の感情や考えを正直に伝えることです。これは、お互いの理解を深め、信頼を築くために重要です。誠実な表現を心がけることで、ランナーとの信頼が深まります。誠実な対話。誠実な対話は、お互いの意見や感情を尊重し、理解することです。これにより、ランナーとの信頼が築かれ、関係が改善されます。誠実な対話を心がけることで、ランナーとの信頼が深まります。ランナーの行動に対する理解と受け入れ、ランナーの行動を理解し、受け入れることは、関係を改善するために非常に重要です。これにより、ランナーとの関係が深まり、より強固なものになります。理解の重要性。ランナーの行動を理解することは、関係を改善するために非常に重要です。ランナーの行動の背後にある要因を理解することで、適切な対処法を見つけることができます。行動の背景。ランナーの行動の背景には、過去のトラウマや自己価値観の欠如、独立性の維持などがあります。これらの要因を理解することで、ランナーの行動に対する理解が深まります。理解の進化。ランナーの行動を理解するためには、相手の立場に立って考えることが重要です。これは、相手の感情や考えを尊重し、理解することを意味します。理解の進化を通じて、ランナーとの信頼が築かれます。受け入れのプロセス。ランナーの行動を受け入れることは、
関係を改善するために重要です。受け入れることで、ランナーとの関係が深まり、信頼が築かれます。受け入れの重要性。受け入れることは、相手の行動や感情を尊重し、理解することです。これは、ランナーとの関係を改善するために非常に重要です。受け入れることで、ランナーとの信頼が築かれます。受け入れの方法。ランナーの行動を受け入れるためには、相手の感情や考えを尊重し、理解することが重要です。これは、相手の立場に立って考え、受け入れることを意味します。受け入れることで、ランナーとの信頼が築かれます。ランナーとの関係を維持するためのヒント。ランナーとの関係を維持するためには、いくつかの具体的なヒントがあります。これらのヒントを実践することで、ランナーとの関係が維持され、より強固なものになります。自己成長の促進。自己成長を促進することは、ランナーとの関係を維持するために重要です。自己成長を通じて、お互いの関係が深まり、信頼が築かれます。自己成長の重要性。自己成長は、ランナーとの関係を維持するために非常に重要です。自己成長を通じて、自分自身の価値を高め、関係が深まります。自己成長の方法。自己成長を促進するためには、自己啓発の書籍やセミナー、カウンセリングなどを利用することが有効です。また、瞑想やエネルギーワークも自己成長に役立ちます。自己成長を促進することで、ランナーとの関係が維持され、信頼が築かれます。感情のバランス。感情のバランスを保つことは、ランナーとの関係を維持するために重要です。感情のバランスを保つことで、お互いの理解が深まり、信頼が築かれます。感情のバランスの重要性。感情のバランスは、ランナーとの関係を維持するために非常に重要です。感情のバランスを保つことで、お互いの理解が深まり、関係が強固になります。感情のバランスの方法。感情のバランスを保つためには、瞑想やエネルギーワークを、自己啓発の書籍などを利用することが有効です。また、カウンセリングやセラピーも感情のバランスを保つために役立ちます。感情のバランスを保つことで、ランナーとの関係が維持され、信頼が築かれます。ランナーとの関係を改善するための具体的な方法。ランナーとの関係を改善するためには、いくつかの具体的な方法があります。これらの方法を実践することで、ランナーとの関係が改善され、より強固なものになります。コミュニケーションの改善。コミュニケーションは、ランナーとの関係を改善するために非常に重要です。正直でオープンなコミュニケーションを心がけることで、お互いの理解が深まり、関係が改善されます。正直なコミュニケーション。正直なコミュニケーションは、ランナーとの信頼を築くために重要です。自分の感情や考えを正直に伝えることで、お互いの理解が深まり、関係が改善されます。オープンな対話。オープンな対話は、ランナーとの関係を改善するために重要です。お互いの意見や感情を共有し、理解することで、関係が改善されます。オープンな対話を心がけることで、ランナーとの信頼が築かれます。信頼の築き方。信頼は、ランナーとの関係を改善するために非常に重要です。信頼が築かれることで、関係はより強固なものになります。信頼の基盤。信頼の基盤は、正直さと誠実さです。正直に自分の感情や考えを伝えることで、相手に対する信頼が築かれます。また、誠実さを持って行動することで、お互いの信頼が深まります。信頼の積み重ね。信頼は、一朝一夕で築けるものではありません。日々の小さな行動や言葉の積み重ねが信頼を築きます。時間をかけて信頼を積み重ねることで、関係が強固になります。誠実なコミュニケーション。誠実なコミュニケーションは、信頼を築くために非常に重要です。自分の感情や考えを誠実に伝えることで、
ランナーとの信頼が築かれます。誠実な表現。誠実な表現は、自分の感情や考えを正直に伝えることです。これは、お互いの理解を深め、信頼を築くために重要です。誠実な表現を心がけることで、ランナーとの信頼が深まります。誠実な対話。誠実な対話は、お互いの意見や感情を尊重し、理解することです。これにより、ランナーとの信頼が築かれ、関係が改善されます。誠実な対話を心がけることで、ランナーとの信頼が深まります。ランナーの行動に対する理解と受け入れ、ランナーの行動を理解し、受け入れることは、関係を改善するために非常に重要です。これにより、ランナーとの関係が深まり、より強固なものになります。理解の重要性。ランナーの行動を理解することは、関係を改善するために非常に重要です。ランナーの行動の背後にある要因を理解することで、適切な対処法を見つけることができます。行動の背景。ランナーの行動の背景には、過去のトラウマや自己価値観の欠如、独立性の維持などがあります。これらの要因を理解することで、ランナーの行動に対する理解が深まります。理解の進化。ランナーの行動を理解するためには、相手の立場に立って考えることが重要です。これは、相手の感情や考えを尊重し、理解することを意味します。理解の進化を通じて、ランナーとの信頼が築かれます。受け入れのプロセス。ランナーの行動を受け入れることは、関係を改善するために重要です。受け入れることで、ランナーとの関係が深まり、信頼が築かれます。受け入れの重要性。受け入れることは、相手の行動や感情を尊重し、理解することです。これは、ランナーとの関係を改善するために非常に重要です。受け入れることで、ランナーとの信頼が築かれます。受け入れの方法。ランナーの行動を受け入れるためには、相手の感情や考えを尊重し、理解することが重要です。これは、相手の立場に立って考え、受け入れることを意味します。受け入れることで、ランナーとの信頼が築かれます。まとめ、ツインレイのランナーを理解することは、ツインレイの関係を深め、強固なものにするために非常に重要です。ランナーの心理や行動を理解し、適切な対処法を実践することで、ランナーとの関係が改善されます。コミュニケーションの改善、信頼の築き方、誠実なコミュニケーション、そしてランナーの行動に対する理解と受け入れを心がけることで、ツインレイの関係はより強固なものになります。ランナーとの関係を改善するためには、時間と努力が必要です。しかし、これらの方法を実践することで、ツインレイの関係は深まり、より強固なものになります。ツインレイの関係は、成長と癒しのプロセスであり、お互いにとって大きな学びの機会です。ランナーを理解し、サポートすることで、ツインレイの関係はより強固なものとなります。今回の動画が、ツインレイのランナーを理解し、関係を改善するための参考になれば幸いです。もし、この動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。また、ツインレイについての質問や経験があれば、コメント欄でシェアしてくださいね。次回の動画もお楽しみに。ツインレイルームでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。